ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのラクドスアグロを紹介したいと思います。こちらの機ですが、8月31日のパイオニアチャレンジで、8勝2敗で準優勝していたものですね。ほとんどがスタンダードの赤単パーツということで、今回はこちらをピックアップしてみました。スタンダードの赤単と同じく、基本的には進化の英雄や目立つたがりにスペルを連打する形になっていて、ローテーションで落ちたクマラと活火山の退治が使えるのがスタンダードとの大きな違いですね。また、パイオニアでは立身出世も使うことができ、除去された生物を盤面に戻しながら勇姿を誘発させることができ、このデッキにマッチした1枚になっています。巨海の怒りの他にタイタンの力や祖先の怒りなど、勇姿デッキにおいて強力なカードが使えるのも強みですね。また、黒を入れることで万能カードの思考囲いや致命的な非投資も使えるので、極端に相性の悪いデッキに対して1枚で積むことは少なくなっています。はい。ということで、今回も BO3 ランクマッチで回してみたのですが、サクサクと回せてしっかりと強いデッキになっていますので、どんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。ほぼスタンダードのカードで組めるデッキなので、まだ明日環境のデッキを持っていない方にもおすすめのデッキですね。さあ、これで5マナある状況。イグラが出てきたら、はい、これはもうコンボが決まっているので、巻き角ですね。サイド行きましょう。まあ、墓地を使うコンボデッキということで、ミニンカ霊柩車と、あとフェロキドンで一応ね、コンボ止まっていくので、フェロキドンも入れていきます。で、相手が、神々の僧侶とか入ってるタイプだったらプッシュも効くんですが、ただ、まあ普通にゴルガリタイプなので、まあプッシュいらないかな。どっちかというと、まあ囲いの方が効く感じですね。まあサイド後は基本的には、ゲームスピードをちょっとだけ落として、まあ相手を妨害しながらアグロを決めていくという形になっていきますね。まあただ生物もね、スペルも抜きすぎるとあれなので、まあちょっとずつ抜いていく形になりますね。さあ1本目負けて2試合目。クリーチャーがないので、マリガンですね。クリーチャー1枚。ちょっとリスクありますけど、まあゴルガリ、イグラコンボは、まあ除去はね、そんなに入っていないので、まあ、進化の英雄が生き残ることを期待しましょう。まずはクマラと活火山の退治から入っていく。相手は金のガチョウ。さて、ただ、まあ、挑戦者を引いたのであれば、挑戦者から行ってもいいですね。もう3点速攻アタックができるということで、さあ、ガンガン攻めていきましょう。まあ、下環境はね、その、ショックランドを使っている都合上、まあ、スタンダードよりも、だいぶね、自分で、どんどんとね、ライフを削っていくので、さあ、相手はパンクズ。まあ、パンクズも強力なカードではあるのですが、まあ、このラクドス相手に出す余裕があるのかどうか。ただ、スカイも出てくる。トランプルをつけたいですね。一応、祖先の怒りがトランプル付与をすることができるということで、一旦祖先の怒りを挑戦者に先に打っていきましょう。挑戦者の能力も誘発。ただ土地。まあミニンカ霊柩車が引けたのは悪くはないですね。まあ相手の囲いをケアするか、まあもしくは置物破壊をケアするかなんですけど、まあさすがに手札破壊ケアの方が、優先した方が良さそうですね。さあ、発展アタック。まあ、熊野の即刻もあるということで、相手は即刻と、ミニンカ霊柩車、どちらも対処する必要がありますね。で、相手はもう、ライフが7点で、手札に無感情の売券もあるということで、まあ、大体そのまま押し込んでいけそうな流れではありますね。まあ、イグラコンボが決まったとしても、まあ、霊柩車を除去する必要があると。さあ、ここはメインで致命的な非投資を打ってくる。まあ、一応勇者があるから、メインで打つ、ことも全然ありますね。相手ドル沼の略奪から、まあ、おそらくコンボパーツを探しに行った形ですね。まあ、ミニンカ霊柩車もあるんで、だいたいいけそうな気はしますが、
まあ、ただまだ全然、油断はできないですね。まあ、一応ミニンカ霊柩車を育てていきましょう。さあ、インスタントを引けるといいんですけど、このターンに勝つのはおそらく無理ですね。まあ、クリーチャー2体出して、ミニンカ霊柩車殴ってもという感じなので、まあ、このターンはミニンカ霊柩車は、アンタップのまま構えていくのがいい気はしますね。さあ、ということで、とりあえず、熊野の即刻だけ殴っていきましょう。まあ、ダメージで死ぬと、大釜の使い魔も追放されるということで、まあ、使い魔はブロックできない状況ですね。うん。さあ、2点通って、残り5点まで。まあ、ゼガンサー回収するよりは、おそらく進化の栄養を出した方がいいかなと。まあ、1枚でも、パンプ系のスペルが引けると、だいたい次のターンに分かっていけそうな流れではありますね。まあ一応食物トークンがあるんで、相手3点ゲインすることができますが、さあ、清掃人の才能が出てくる。レベル2にすることによって、まあパーマネントを避けるために、切削ができるということで、はい。相手はね、これ相当いい周りなんですけど、まあメニンカ霊柩車があるため、動かせないという形ですね。まあ祖先の怒りは、一応、墓地に残しておきましょう。まあ、サイズがこれ55まででかくできるんであれば、あれですけど、さあ、ただ、スペル引かず。うん。ここアンタップインでもよかったんですけどね。となると、まあ、フルパンですかね。フルパンで、2点通ると勝ちかな。まあ、あれか。相手金のガチョウがあるんで、まあ、プッシュを持ってるかどうか次第。さあ、川のでサクって、まあ、食物トークンが、これで、3つある状態になるんで、まあ、霊柩車は、起動はできないですね。起動しても、まあ、ほぼ無意味ということで。さあ、ただ、残りこれで6点から、で、このパターンだと、進化の英雄が生き残ってるので、まあ、無感情の売券によって4点を飛ばすことはできますね。さあ、残り6点から、熊野が通って残り4点。で、相手にプッシュがなければ勝ち確ですね。うん。まあ、プッシュ持ってたらね、さすがに打ってると思うんで、さあ、ソーサリーモードで投げ飛ばしていきましょう。対象にとってでかくなって、で、2点2点ですね。さあ、ラスト1枚、プッシュなのかどうか。何もなさそう。うん。さあ、一気に削り切っていくと。オーケー。さあ、3試合目いきましょう。さあ、1勝1敗で3試合目。土地多めでスペルなし。これはね、キープしても勝てなさそうなんで、マリガンした方が多分いいですね。はい、こっちの方が全然いいですね。ただ、何をボトムに送るか結構悩ましい。まあ、さすがに囲いかな。囲いは必須パーツではないんで、で、まあ、クリーチャーはね、2体は欲しいということで、2枚はキープしていきましょう。さあ、相手は、清掃人の才能から出してくる。おー、フェロキドンいいですね。まあ、フェロキドンは、この、サクリファイスデッキに対してはめちゃくちゃ効くカードということで、まあ、使いはぐるぐると出し直しても、ゲインできなくて、ダメージだけ食らっていくっていう形になっていきますね。で、これちょっと悩ましいんですけど、おそらく先に目立つたがりの方がいいですね。まあ現状インスタント系のスペルがないということで、まあ挑戦者は止まる可能性がね、割と高いですね。さあ相手は金のガチョウ。
さあ、これでマナ加速ができて、ただプッシュを持っている。これは、まあ、立身出世が使えるんですが、まあ、このターンにその、挑戦者プラス、立身でいくか、まあ、もしくは立身プラス、ミリンカ霊柩車でいくか、ですね。まあ、ハンデスのことを考えると、まあ、ミリンカ霊柩車を先に出しておいた方がいい気はしますね。ということで、まずは立身から目立ちたがりをリアニメートして、で、ミリンカ霊柩車を出していくと。さあ、能力も誘発。これで5点アタック。まあ、2試合目と、同じような状況になりましたね。相手は、まあ、コンボを決めるにはまず、ミリンカ霊柩車をどける必要があると。さあ、メインでプッシュ。このメインプッシュは、まあ、立身出世があるんで、まあ、基本的には、こっちのターンに打った方がいい状況ですね。ということで、まあ、とりあえず霊柩車を育てていきましょう。相手、まあ、土地は止まってるんですけど、ガチョウがあるんで、3マナある状況ですね。さあ、4マナ目引いていく。であればもう、挑戦者プラス出世でいきますかね。さあ、挑戦者を対象として能力が誘発していく。これはプッシュかな。はい、さあプッシュ3枚目。まあただ、食物トークンをね、これで全部使っているので、まあ相手はマナがなくなっていきますね。で、まあ挑戦者の能力もすでに誘発はしていると。まあこのターンはね、その霊柩車立てなくてもいいんで、そのまま殴っていきましょう。土地、さあ、4点アタックで残り8点まで入っていく。まあ、基本的には、11交換はね、そんなに痛くはないんで、相手ももう残りハンド1枚ですからね。で、最悪これ、ジェガンサまで全然あるということで。さあ、パンクズ、これでまた一応、食物トークンが使えるようになりましたね。お、食物トークン使う。これはまあ、パンクズ起動で、まあ、おそらく土地を探したいという感じですね。さあ、まあ、食物トークンを土地に変えて、進化の英雄。まあ、どっちとも出していきますかね。で、そろそろミニンカ霊柩車は、構えておいた方がいいんで、まあ、このターンは、立てていくと。さあ、残り6点から、まあ、フェロキドンを出すことによって、まあ、さらに相手は対処しないといけない、カードが増えていきますね。まあ、禁止改定後ね、本当イグラコンボめちゃくちゃ増えてるんで、まあ、イグラコンボに対してのサイドボードはね、しっかりとやっていく必要がありますね。さあ、残り6点。フェロキドンもいる状況だとさすがに投了ですね。GG。さあ、やっていきます。土地ゼロは即マリガンですね。はい、キープしていきましょう。まあ、土地は基本的には2枚でいいので、土地をボトムに送っていくと。さあ、相手は青黒ランド。青黒ランドからスタートは結構怖いですね。パイオニアだと、まあ、コントロールデッキの可能性が割と高そうですが、ただエスパーでローナ。これ、まあ、エスパーパルヘリオンかエスパーレジェンズですが、まあ、エスパーパルヘリオンの場合は、まあ、もう速度勝負になりますね。相手も割とね、速いデッキということで、さあ、はい、パルヘリオンですね。このターンパルヘリオンだったらさすがにやばかったですが、まあ、もう一回チャンスあるのか。はい。まあまあまあ。このターンはとりあえずコプターですね。まあ、パルヘリオンデッキも、なんだかんだいろいろと
強化はね、されてますよね。さあ、そしてパルヘリオンが落ちていく。これ、やばいですね。なんとか、次のターンに倒されないようにして、で、その次のターンには勝てるようにしないといけない状況ですね。残り16点。速走出して、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。2点足りないですね。2点足りないので、クリーチャーを立てる必要があって、こっちも残り15になるんで、パルヘリオンの分考える必要がありますね。さあ、祖先の怒り。立身出世は意味がない。12点入れますか。このターンにとりあえず12点入れて、で、パルヘリオン以外がなければ勝てるようにしていきますかね。ただもう1枚インスタント、パンプ系のスペルが引けるといいですが、立身出世は墓地にね、指定できるカードがないと立身が打てないため、さあ、プロフトの映像記憶。なるほど。さあ、これでワンドロー。サリア。なるほど。これ、どうだろう。このターンにはこっちは死なないんですけど、ただ相手を倒すために何か引く必要がありますね。さあ、ローナも46まで育っていく。とりあえず上から13点ですね。さて、残り4点。投げ飛ばしが一番いいですけど、投げ飛ばし以外だと、熊野。これ、もうフルパンするしかないんで、とりあえずフルパンしてみましょう。相手のブロックの仕方によっては、熊野で勝てる可能性がありますね。勝ち確ではないよな。相手ブロッカー4体いるんですけど、さすがに全部ブロックして、これだと勝てますね。熊野の即刻に、巨海の怒り打って4点は通る形になりますが、さあこれで決定してくれるかどうか。決定したのでこれは勝ち確ですね。かなり不利な盤面ではありましたが、なんとか巨海の怒りで4点を通して勝つと。このゲームに関しては、割と運が良かったという形ではありますね。GG。相手パルフェイリオンということで、メリンカレー級者はとりあえず2枚入れていきそうですね。エスパーパルヘリオンは、当たるの相当久々ですが、どうかな。囲い、一応入れてみますか。3本目行くのであれば、抜く可能性はかなり高いですね。で、このマッチアップに関しては、立身出世は、全く入れないカードということで、全抜きで、こんな感じでいきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。はい、悪くはないですね。一応2ターン目、霊柩車を置くことも可能なハンド。さあ、ということで、まずは、熊野から入っていきましょう。いやー、熊野ね、スタンダードから落ちてしまいましたけど、全然ね、下環境で強いカードということで、熊野ファンの方は、下環境がね、おすすめですね。ということで、さっさと倒す必要があるんで、目立ちたがりからいきますか。目立ちたがりが死ななければ、スペルをね、唱えるたびにどんどんとでかくなっていくということで。で、このターンはね、まだパルフェリオンはないので、さあ、ポータブルホール。お、なるほど。相手は、割とゲームスピードを落としている形ですね。
まあ、インスタントルーティングからのパルヘリオンとかも全然ありますけど、ただそれは今は考えなくていいかな。まあ、2マナあるのが、ちょっとね、怖い感じではありますが。さあ、もう一回、5点クロックで殴っていきたい。まあ、超安全に行くんであれば、このターンね、ミニンカ霊柩車出すのでもいいんですが、さあ、相手苦々しい勝利を3点ライフを払って打ってくる。残り11点まで。まあ、突然、パルヘリオンコンボを決められない限りは、まあ、割と有利な盤面ではありますね。さあ、ラフィーン。まあ、エスパーパルヘリオンはね、このラフィーンによるミッドレンジプランも取れるのが、まあ、強みではありますね。さあ、ということで、まあ、ミニンカ霊柩車はまだ出さなくていいので、とりあえずこれ殴ってみましょう。3、6、7、8、9、10。1点足らないか。1点足らないんで、まあ、ラフィーンも落としていきますかね。さあ、巨海の怒りを、熊野の即刻に打っていく。まあ、これで熊野もね、生き残るんで、さあ、残り7点まで。まあ、だいぶ有利な状況ではありますね。ローナ、さあ、囲い。まあ、このターンに大体勝てそうな気はしますね。殴っていきますか。さあ、フルパンから、相手青白ランドしかないんで、まあ、プッシュは考える必要がないということで、まあ、一番でかいところをブロックしてくるんですが、まあ、タイタンの力もあって、まあ、仮にこのターン倒しきれないとしても、まあ、ミニンカ霊柩車が、手札にあるという状態ですね。さあ、8点、顔面に通って、一気に削り切っていく。じじ。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。